してもいっぱい秘め込んだ成田の空を見上げれば始まるポッキャストーリー。窓の向こうに広がる息体が胸で弾けてるエジプト国を実って憧れの国へ直結。ガイドブックで見た景色本当に。皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2026年5月28日木曜日19時半頃になります。先ほどホテルにて夕食を済ませて20時からのアブシンベル神殿で行われる音と光のショーを拝見するために今向かっています。今日は神殿内には入ることはできませんが外側は拝見できるのでワクワクしています。見えてきました。アブシンベル神殿です。今まで何度も本で見ていた神殿が目の前に広がります。エジプトを約70年もの長期間統治したファラオラムセス2世4体の巨像が正面を向き座っています。写真で見ていた時もすごいなと思っていたのですが実物を直に見ると桁違いにすごい大迫力です。神殿から少し離れたところに石のベンチがあり座ることができます。だんだんと日が落ちて周りが暗くなってきます。今回のショーを鑑賞する方の割合が日本人が多かったので日本語のナレーションになりとってもわかりやすかったです。素敵なナレーションの声が聞こえショーが始まります。夜の暗闇のマントのなんと美しいことだろう。私は沈黙と戯れ私の歌で終わりのない砂をそっと撫でることが好きだ。約30分のショーでは大神殿と小神殿その間にある山に映像が映し出されるのですがデコボコしている場所へ映像が流されるのでご覧いただいているように正直見にくくはっきりとした撮影は難しかったです。内容はアスワンハイダム建設によって水没の危機にあったこの神殿を多くの国の援助を受けて移設したお話やヒッタイトとの長きにわたる戦いの末に世界最初の和平条約が結ばれたこと、また100人以上の子を授かったこと、最も愛したネフェルタリのために小神殿を作られたことなどお話が続きます。エジプトを77年間にわたり統治したラムセス2世自身を神格化して偉大なファラオとして後世に残すためにこのアブシンベル神殿を作られたといった内容でした。ご覧いただいた映像的にはとても分かりにくかったと思いますが日本語のナレーションでお話はよく分かりました。30分のショーの後はライトアップされた小神殿と大神殿を撮影してホテルに戻ります。今日は2026年5月29日金曜日早朝です。日の出前に神殿に到着するためにホテルを朝の5時40分に出発。
なんとか日の出前に到着できました。今見えている水辺の下に位置していた神殿をこの位置まで4年ほどで移設していただいたおかげでこうして見ることができて感謝ですよね。日の出が始まりました。オレンジ色に輝く朝焼け。周りにいらした方々も息を飲む美しさに黙って見つめます。そしてその朝日を受けて朝焼けに染まる神殿の美しさに言葉がありません。こちらの方は代々アブ・シンベル神殿の鍵を守っている方です。アンクの形をした大きな鍵が本物と伺ってびっくりです。ラムセス2世4体の巨像のうち左側から2番目の巨像は大地震によって上半身から崩れ落ちて足元に転がった状態でありました。修復できたらいいのになと思いつつ綺麗なお顔を見上げます。王を守護するコブラの頭を額につけ、王の象徴でもあるつけひげをつけているすっきりとしたお顔ですね。今から大神殿入ります。これからご覧いただく内部にはラムセス2世が自身を永遠に記念するために作られた神殿と言われているように彼への偉業のレリーフがたくさんあります。またラー・ホルアクティ神、アメンラー神、プタハ神とともに神格化されたラムセス2世も登場しています。神様と同一視されたというのはすごいですね。有名なレリーフだけご紹介してみます。大列柱室には8体の柱があって、柱の前にはご覧いただいているように両手を交差させたラムセス2世が向かい合っています。この姿は、冥界の支配者オシリス神の姿を模した形になっているとのことです。また天井にはハゲワシの姿のネクベト女神が描かれています。こちらは戦車に乗ったラムセス2世が弓で矢を射る場面ですが、右手で弓を持ち左手で矢を持った場合、本来なら手前に矢が来るのですが、レリーフ上でもラムセス2世の首を横切るような矢を描くことは許さなかったとのことです。ちょっと不自然な絵になっていますよね。ラムセス2世が一人を足で踏みつけた状態でもう一人を打ちつけている様子を示しています。とても強かったということを表現しているようです。左からアメンラー神、太陽円盤を乗せて神格化されたラムセス2世、アメンラー神の妻のムトの女神になります。そして左側にはラムセス2世本人が3人の神々に花束を捧げているシーンになります。左がシストルムを振っているネフェルタリ、右がお香を焚いているラムセス2世で、アメンラー神の聖なる船を歓迎している様子を示しているレリーフです。こちらが至聖所です。神殿の入り口からは約47メートルほど離れている場所です。当時はこの台座の上に聖なる船が載せられていたそうです。こちらには4人の神の座像が彫られています。左からプタハ神、2枚の大きな羽をつけたアメンラー神、ラムセス2世、右端がハヤブサの頭部を持つ太陽神ラー・ホルアクティです。
とても有名な現象としては、年に2回ラムセス2世が生まれた2月22日と王に即位した10月22日に太陽光がこの至聖所の中に差し込み、ラムセス2世と両隣の神様を照らすとのことです。神秘的な現象ですね。北側の壁にはラムセス2世の聖なる船が描かれています。南側にはアメンラー神の聖なる船が描かれています。こちらのお部屋ではちょっと面白いものを見つけました。このお部屋ではラムセス2世が神々に捧げ物をしている様子のレリーフがたくさんありますが、まだ完成していない下書きの部分が残っているのを見つけました。ラムセス2世がガリッシュの戦いの作戦会議をしているレリーフです。下には捕らえたスパイを尋問している様子も描かれています。この戦いの後、エジプトとヒッタイトの戦争は終わり、条文が残る世界最古の和平条約が交わされたそうです。大神殿を出る前に、先ほどの鍵の門番さんとお会いしたので、大きな形の鍵と一緒に記念撮影をさせていただきました。こちらが小神殿です。ラムセス2世の最愛のネフェルタリ王妃とハトホル女神に捧げられた神殿です。ルクソール神殿でネフェルタリ王妃を見た時には、ラムセス2世の膝下ほどの大きさの石像になっていましたが、こちらではラムセス2世と同じ大きさで表現されています。それでは小神殿に入ります。ここではネフェルタリ王妃を中心に見ていきます。右のネフェルタリ王妃が2つのシストルムを振って、左側のハトホル女神を崇拝しています。こちらが至聖所になりますが、最奥は目牛の姿をしたハトホル女神の像が彫られ、その顎の下にはラムセス2世の像が配置されているそうですが、わかりますか？私には判別できませんでした。ここには神格化されたラムセス2世とネフェルタリ王妃に、右側のラムセス2世がお香を焚いている様子だそうです。王妃のネフェルタリが目牛の姿のハトホル女神にパピルスを捧げています。こちらは左側がハトホル女神、右側がイシス女神で、真ん中のネフェルタリ王妃の頭に冠をかぶせています。3人ともしなやかな衣装を身につけていて、長寿を表すアンクを手に持っています。私も元気で長生きしたくて、ネフェルタリ王妃の持っているアンクを触らせていただきました。王も王妃も神様たちも命のお守りアンクを持っている姿がとても多いです。永遠の命に対する気持ちが強かったのかもしれませんね。ハトホル女神を崇拝する道具として用いられたシストルームという楽器を分かりやすく大きくして6本の柱の前に彫刻されています。美しい女性ですが、耳だけ牛というハトホル女神です。綺麗ですね。
この湖の下に埋もれることなく移設していただいたおかげで、念願のアブ・シンベル神殿を自分の目で拝見でき、言葉に言い表せない気持ちでいっぱいです。アブ・シンベル神殿を堪能した後は、ホテルを出てアスワン方面へ向かいます。来る時にも寄ったドライブインでトイレ休憩をしましたが、その時にも蜃気楼が見えました。今回わかりますか？途中で香水のお店に寄りました。ここでは香水を入れるガラス細工やオイルの説明を受けました。目の前でガラス棒を器用に操る姿に見入ってしまいます。ここでは私は大好きなバラのオイルを購入しました。夕ご飯をいただいたのはこちらで、とても素敵なところでしたし、とても美味しかったのですが、撮影ができていなくて残念です。ここからはカイロに戻るためにアスワン空港を目指します。当初はアスワン発の飛行機が19時40分の予定でしたが、それが21時になり、さらに遅れて22時10分発になったので、椅子には座りましたが、空港内で疲れがどっと出ました。そしてこのようにやっと飛行機に乗り込んで、飛行時間約1時間20分後にカイロに到着し、荷物を受け取りホテルに向かいます。ホテルまでバスで1時間以上かかったので、到着が夜中の1時過ぎでした。こちらのマリオットホテルはピラミッドを正面に見ることのできる素敵な立地が魅力ですが、お部屋もとっても素敵です。カイロに着いて、そしてホテルにやっと到着しました。今回のホテルはピラミッドのすぐ近くにあるホテルということで、とても素敵な場所に位置しています。バスルームはこのように最近には珍しくアメニティが揃っています。ですね、さすが素敵なホテルです。こんな感じですね。クローゼットにはバスローブとスリッパがあります。広いベッドになっています。そしてお水も2本用意されています。ソファーがあって、そしてこういう椅子とテーブルのですね、そのセットもあります。またテレビももちろんあります。こちらの方にはコーヒーセットなども用意されています。こちらには冷蔵庫があります。中は有料とのことです。こちらはベランダになります。夜なので明日の朝の景色に期待しつつ休みたいと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。